中村凛也の格闘技ファン遍歴で気づいたらそこにカーロス・ニュートンがいたんです。今だから言えるけど、そのベルトの裏にめっちゃ僕はできんのそんなのって言って、柔道家ができんだよ。かっけーってなってWelcome to リンヤマンチャンネル。今日は中村凛也の格闘技ファン遍歴。リンヤマンが今まで好きだった動画を歴史とともに話している。はい、そうです。楽しみ。ちょっとね、もう生まれてからずっとなんで、どっか抜けたりしてる選手とかももしかしたらいるかもしんないけど、物心ついた時からこの選手が好きっていうのがずっとこう移り変わってきて今なんで。じゃあ早速ちょっと聞いていきたいと思います。はい、お願いします。物心ついた頃からっていうことは、ひょっとして2歳の時からの話です。そうですね。だから前編、中編、後編ぐらいになってもいいぐらい。いいかもしれないです。はい。まず、一番最初に覚えてるのは母ちゃんの膝の上で見てた朝日昇対アレッシャンドリ・フランカ・ノゲーラで、当時シュート四天王って言われてたのが4人いて、エンセン、朝日さん、マッハさん、ルミナさん、4人四天王って言われてて、すごいんですよ。マッハさんの T シャツとか売ろうとしたらもう2日前から並んでるみたいな。そんぐらい爆発的人気だったらしくて、だから熱気もすごかったんですよ。後楽園の毎回シュートが。で、母ちゃんの膝の上で見てて、だからいつも遊んでくれる兄ちゃんが朝日昇さんで、相手がすげえ強えんだみたいなのを周りがみんな言ってて、当時はギロチンの代名詞はノゲーラーだったんですよ。それなったらやばいみたいな言ってて、僕もドキドキして見てて、試合が進んでいくうちにその体勢に入ったんですよ。したらもう後楽園中悲鳴が上がるんですよ。やばいじゃんこの状況みたいな。で母ちゃんも死ぬからタップして死ぬから死ぬとか言ってもう上で言ってんですよ。死ぬの？朝日昇さんは僕がちっちゃい時に遊んでくれるお兄ちゃんで、すごく遊んでくれるお兄ちゃんで、ベロを出しながらハームハームハームって言いながらこう回るのが超好きで、それを永遠と僕はリクエストしたら永遠とやってくれるお兄ちゃんだったんです。目バー開いてベロ出してこれで有名。奇人、奇妙な人で奇人っすよ。超好きな兄ちゃんだったんですけど、お願い死なないでみたいな感じになるじゃないですか。レフリーが止めに入って、ノゲーラがってやった時に、朝日さんがこうドーンって落ちたんですよ。で、俺はそれ見てもう死んだと思って。当時リンヤマン2歳ですよね。今見た2歳でしたね。西暦1998年でした。一番最初のリンヤマンがファンっていうのは朝日昇さんっていうこと。ファンっていうか、一番心が動かされた試合です。他にも、でもその前では加藤哲司さんっていうファイターもいて、でその人は言ったらいつも周りにいるお兄ちゃんみたいな感じだったんです、僕の感覚では。がマウントでパンチで他のなんか外国人を TKO してうわーとかやってて、強えヒーローだみたいな。負けてもヒーローだったんです、自分の中で。こう命かけて自分の要は死に姿を晒していろんな大人をいろんな感情の渦に巻き込んでる。これを得てこの大人たちは何を感じてどうやっていくの、なんでみたいな、これまず何みたいな、すげえ好奇心みたいなものを刺激されて、これ以上のもんはないんじゃないかなっていうふうに思って、そういうのもあって、1週間後とかにジム帰ったら朝日さんも、ちょっと気分は落ち込んでるけど、全然普通にまた練習とかしたりしてて、やっぱそういう強い人たちがいっぱいいたんで、なんか安心感ある中で育ってたんです、自分は。守られてるっていう感覚で、自分はちっちゃい時体も小さく方で弱い方だったんで、やっぱそういうのがすごい嬉しくて安心感あって、その後それぐらいの年にエンセンもランディ・クートワ、当時ランディ・クートワのことは知らなかったんですけど、エンセンが UFC チャンピオンを1分で腕十字で、当時 UFC チャンピオンがシュートに来てエンセンとやるんですよ。1分で腕十字でパーン決めてエンセン勝って、でピットブルのシュートくんがうわーんってリング上がってきて、おーって
やってんすよ。僕は当時はエンセンとシュウト君はすごい怖かったから、僕が夜寝ないとか悪いことするとかいたずらするとかなったら、母ちゃんは鬼が出るよとかじゃなくて、エンセンとこ連れてくよっていうぐらい僕はエンセンが怖かったんで。エンセンさん自体も怖かった。怖かったっす。当時まだ全然ちっちゃいリンヤンマンははガチでなんか怒ってきたりするんですかね。いや、ガチで怒ってないです。ただまとってるオーラもそうだし、ジムでの顔っていうのはすごかったし、選手に対する目と殺気とかっていうのはすごかったし、トップだったんで、やっぱすげえ怖かったんですよ。でピットブルのシュウト君にも飛びつかれたことあって、わーってなってトラウマあって、エンセンもそれを面白がって当時ちっちゃい僕にウェーイとかやってきたりしてたんですよ。で僕があーみたいな。ただそういうエンセンも試合出たらバーン勝ってみんなドーンさせて、シュウト君まで来てウェーイみたいな、何これみたいな、何があんのっていうのがあって、こんな環境で育ったらもうこれはそうなるわっていうことですよね。っていうのが始まりっす。始まりです。はい。で、始まったばかりじゃないですか。始まったばっかっす。これだから話。濃いんすよ。まあなんかそう格闘家が常にいる状況で、気づいたらそこにカーロス・ニュートンがいたんですよ。また全然違う褐色で肌もでドレッドで、カーロス・ニュートンさんが来られた日とか覚えてる？日本人の名前だったものが、いわゆる外国人に来られたもの、記憶とかってあります？全然覚えてないです。ただやっぱ言ってもいろんな海外のファイターは見てますから、その中でまた新しいすごい面白いドレッドの髪型の人が来たなっていう感じで。ニュートンさんにすごくこう好きだなって思ったその一番の理由っていうのは、それこそね、いろんな外国人ファイターがいるって今おっしゃってたし、何が違ったの？ドラゴンボールが超大好きで、ドラゴンボールのカードをうちのテーブルでめっちゃ広げてて、でこれが星8つ、星8とか星10個のレアカードとか星4のノーマルカードとかこうやって見せてもらって、うわーって言って、こうなんか星がいっぱいあるキラキラのカード、うわーって言ったらそれくれて1枚、でみたいな、優しい、嬉しくて好きになって、うちにもすごいよくいたんですよ。吉野家行ってくるとか言って、なんか吉野家行ったりとかしてたりしてて、なんか面白い、また違う海外の人だなみたいな、すごい日本のことが大好きで、五輪の書も愛読書でみたいな、浪人ってこう、浪人って本当に浪人っていう、流れる3000そう浪人っていうなんかね、タトゥー入れてたり、僕湯の里って温泉施設もつながってたんで、実家と温泉とピュアブレッド大宮、旧スーパータイガージム大宮がつながってたんですよ、3つが。なんで温泉も行くんですけど、カーロスの先にピアスがついてたんですよ。何それみたいな、痛くないのって言ったら、もう痛くないとか、なんかすっごいいろんななんか人、子供ながらに衝撃的です。それはかっこよかった。このピアス、いやもう子供ながらにもう見た瞬間もう脳天突き刺さるぐらい痛かった。やっぱそうですよね。あーみたいな、祈祷にピアス、クレイジーだなとか、やっぱクレイジーな人多いなとか思ったりしつつ、この情報いらないかも。いらないか。でもとにかく好きになって、でそんなやかんやしてて、パッド・ミレティッチに勝って UFC のベルトを持ってきて、うちにしばらく置いてあって、でまあ今だから言えるけど、そのベルトの裏にめっちゃ僕は鼻くそをつけて、そういう癖があったんですよ。僕もどこにでも鼻くそをつける癖に。わかる。そうっすね。なんすかね、ちっちゃい時のあれって。でもまあ当時そういう癖があった。そうやって。ニュートンさん怒んなくて、何話す？多分バレた。けど別に何も言われてないです。はい。まあそれは置いといて。でもカーロスもエンセンも、じゃあ試合出るから、プライドっていう大きい試合に出るから見に行こうって言われて、プライド19に行ったんですよ。そこがすっげえ衝撃、ダチンって入ったんですけど、
プライド19はすごいいい大会で、僕がそこでドン・フライ、カーロスはもちろん、カーロスはペレに勝っていい試合して、ドン・フライが来て、でエンセンがノゲーラに負けちゃったんですよ。そのノゲーラがすっごいいろんな関節技を見せてて、こんな人間いいんだと思って、ノゲーラが超大好き。これノゲーラがドン・フライ対そのケン・シャムロックの試合もやばくて、ヒールと一緒に取り合ったりとか殴り合ったりして、ドン・フライとノゲーラやべえってなったんですよ。で毎回ドン・フライの入場の「えーいえーいみたいなやったり、グアムとかハワイ旅行行ったらもうアメリカ国旗のパンツ履いたりして遊んでました。もうドン・フライのパンツで。その時はもう小2。はい。でドン・フライとノゲーラに超熱中しだして、はい。でそっからドン・フライ対吉田秀彦が組まれるんですよ。親父は柔道の講道館の四段だったんで、もう柔道家 B 期、吉田は本当に強えみたいな。で試合前にずっと言ってて、父ちゃんバカだなみたいな、ドン・フライに勝てるわけねえじゃんみたいな、あのパンチだぞみたいな、勝てるわけない。たらいとも簡単にテイクして、で腕十字でポリッて外れたんですよ、肘が。吉田秀彦の十字でドン・フライの肘が。でうわードン・フライの腕がーと思って、あんないいパンチも打てなくなるじゃんとか思ってたら、ガーンってタップした後、吉田さんがこうやってなんかこうやってやって、で「いやー」ってやったんですよ。それが親父が何してんのって言ったら、外したから元もにはめたんだよみたいな。できんのそんなのって言って、柔道家ができんだよ。かっけーってなって、吉田秀彦もうバーン来て、でミドル級トーナメントのドームのバンダレーとか感じで、もう吉田秀彦とノゲーラ2強になったっす。そっからプライドの時は箕輪育久も超好きだった。箕輪マンっていう箕輪育久っていうのもすごい、はい、スピリチュアルな雰囲気をちょっと持ってて、またプライドの入場から見せる選手で、なんか新しいなと思って、パンツ一丁でダッシュするだけなんですけど、でもそれがめっちゃ面白くて、ちょっと箕輪マンの入場は絶対見た方がいいですよ。はい、プライドの今でも多分見れるんで、箕輪育久か箕輪マンの入場見てください。めちゃくちゃいいので、試合前のレディーファイの時のこの相手の中心をこう構えるんですけど、このモーションとかも超好きで、ジャッジジャッジジャッジみたいな時の、はい、指導は箕輪マン、ノゲーラ、吉田秀彦っていう感じ。それで小6まで行きます。はい。まあ小6でプライドが消滅するんで、自分の。からどうなるかまたリンヤマンの話聞きたいけど、まあ一旦これぐらい。はい。次回プライドが消滅してからリンヤマンはどういう格闘家たちを見てきたのかをちょっと聞いていきたい。はい、あとはまあスーパーアリーナでやる試合はもう家の皿洗いしてお小遣い貯めて、母ちゃんのポイント貯めて、はい、でファンクラブ入って前の方の席取ったりしてたんですけど、ノゲーラが好きなんで、ミルコとヒョードルは敵なんですよ。だからミルコがランデルマンに負けた時はよしちょっとでも可能性上がったとめっちゃ思ったし、ジョシュ・バーネットに負けたのはちょっと悔しかったなもあったりしたけど、でもはい、止まらないですね。止まんない。もうだからね、質問されてないのに止まんないもん。プライドオタクス。はい、以上で自分の中村凛也格闘技ファン歴前半編になりました。皆さんご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。